こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、私としては、首が見える向きの方がお気に入りです。後ろ向いてても大して動きがないのですが、首はたまにキュッと動くのがなかなかキュートなんです。一体何のこだわりよ。見ての通りなのですけど。さて前回は17層分の建築材の整理を行い、メサで赤砂などをかき集めてきました。これで黒曜石以外の材料が一通り揃ったので、ガツガツとクラフトにかかります。主にカラーブロックね。さてそういえば染料ですが、実は今回でポピーとラピスの出番が終わります。というのは、今回の赤紫、桃色、白の染料を使ってしまえば、残ったカラーブロックは茶色とイカスミ系統だけになるというわけです。つまり、余ったタンポポやサボテンは無駄に採取したということになるのね。まあともかく、染料クラフトに試行錯誤する時代は終わりかけてきています。羊毛染色で作ったばかりの染料じゃなかったの？で、なんとか赤紫のガラスは無事に作成できて、赤紫の粘土の方も問題ありませんでした。何か引っかかる言い方ね。ともかくここから上の建築材は8スタック未満となります。で、8スタック未満となるということは、カラーブロックは一度でまとめてクラフトできるようになるわけで、桃色ガラスの染料の必要数は61個。ポピーはその半分の31個あれば足ります。で、桃色のガラスまではクラフト完了し、そして、桃色粘土を作るための染料の必要数は60個。それに対し、残りのポピーは24個。なんだか嫌な予感がしていたのが的中したようです。つまりポピーが6個足りなかったということね。前の田舎暮らしの時に、一旦赤紫と桃色に染めた羊を数頭、白に染め直しましたが、あれさえなければ足りていたんです。まあその前に、羊を増やしたおかげで予備で確保しておいたポピーまで、使い込んでしまっていたんですよね。で、どうするの？近場で取ってこようと言いかけましたが、不足6個ならコップンでも十分回収できそうです。というわけで、序盤の頃に無駄に回収した草ブロックを適度に並べて、ちなみに砂漠でもポピーが生えるかは覚えてないので、ものは試しです。まあ普通に生えそうね。タンポポが生えるなら大丈夫でしょう。続いて2回目。魚を2つ。草ブロックの数もこの程度でいけそうです。で、順調に6個のコップンで5個のポピーを手にし、残り1つです。まあ、最後の1つは大抵でにくいんですよね。客観的な経験則ね。まあ少々余計な手間暇を要しましたが、でもポピーを一粒たりとも無駄遣いしなかったという点で、ほどほどに満足しました。無駄遣いしたから不足したんじゃなかったの？さて念のため、かぼちゃの使用は確認しておかないと。予想では、トーチの上に奈良を置けると思うのですが。置けないんだ。意外とかぼちゃはわがままだったんですね。となると、下に足場ブロックを配置してかぼちゃを置いてから、足場を取り去ることに、思った以上に厄介な建築材です。積む時には顔を正面に向かせたいわね。なお砂など自由落下する建築材は、トーチでやはり大丈夫のようです。これは前に確認してなかったかしら。何度も復習することが大事なんです。ということで、かぼちゃの下には足場用土ブロックを並べて、白いガラスと黒曜石を除く建築材の準備が整ったところで、力尽きました。白ガラス程度作ればいいじゃないの。チェストに詰めづらかったんです。そして、運命の日を迎えました。ピラミッド内部への突入計画決行日です。やっと決意を固めたのね。
まあその前に、白いガラスだけは作っておこうかと。よく考えるとここから7スタック未満なので、こう置けばギリギリ入るんですよね。かまどから焼き上がりを取り出さないと足りないようです。面倒だからやっぱり後回しにします。まあ突入が早まるからいいのだけど。で、一応死ぬ危険性もありますので、少しだけエンチャントしておきます。保管物を漁ってみると、落下耐性ブーツが今装備しているものしかないので、まあダイヤ4つ程度なら使っても大丈夫でしょう。その4つのためにビーコン用ブロックが足りなくならなければね。さて、本作戦を立案したポイントは3つあります。ピラミッドに損害を与えるリスクを抑えること、ピラミッド内部の景観は極力保護すること、そして今後のために、村への安全な往復路を確保することです。それで地図が必要になるのね。ピラミッド内部から脱出する際に、村の最寄りの洞窟からピラミッド外部までの秘密通路を作ります。よし、行きましょうか。侵入ルートはここからです。拠点近くの水辺から侵入すると、クリーパーにピラミッドを爆破されるリスクがあるので、少々危険を要してもやむを得ません。まあ水での落下はたまにしか失敗しないものね。念のため、死んだ時でもすぐ予備の装備を整えられるように準備してあります。なんか、遅くないですかこれ。呼吸ゲージは、まあ水中呼吸があるので持ちそうな感じですが。一歩前に進んだらすぐ下に着くわよ。どうもまだ水が地上にたどり着いてないような。やたら長く感じます。やっと水が下に。これでなんかあっても飛び降りれます。まだでしょうか。呼吸ゲージが半分切ってるし。もう飛び降りてもいいんじゃないの？そうしたいのは山々ですが、でも自由落下はあまり好きではないんです。来た。侵入成功です。意外と周囲が明るいのね。均等に設置しているガラスが直射日光を透過するので、予想通りでした。しかし、ゾンビが私を察知できる距離に湧いているのは予想外でした。ゾンビが村人を察知できる距離ってどのくらいなのでしょうか。襲わせればわかるわよ。さて松明を直してから村に寄りたいですが、水はまだまだ尽きてこないようです。結構時間かかりそうね。で、水を流し始めてから3分半ほどで、ようやく水の最後尾が地面に到着です。水の最後尾の落下スピードは、毎秒 2.3 メートルほどというところでしょうか。さて肝心の闇の村は、村人が生き残ってました。周囲にゾンビはいないようですし、よかったです。これも一応予想通りね。ピラミッド周囲にいるときは、極力モブが湧かないように、早めの就寝を心がけていた甲斐がありました。村人が井戸に落ちるのよく見るわね。やはりマイクラ開発者の方が、意図的に村人ホイホイの構造にしたのだと思います。さてでは、取引品目の確認を。確か以前村に立ち寄った時は、鍛冶屋と牧師が中心で、農民がいなかったように思います。この牧師がゾンビ肉を36個で取引していて、確か最高値です。鍛冶屋最高値は石炭17個で、2人いました。で、いい取引してくれる師匠はおらず、最高でも紙が32個。以前の村から変わり映えはないようね。実のところ、農民が現れてくれないかと淡い期待を抱いていたのですが。つまり、ゾンビに少々襲われる期待を抱いていたのね。秘密通路はこの洞窟がいい感じです。さて、秘密通路は朝まで待ってから掘り抜きますので、その間に。魚影が消えた。ご指摘いただいた通り、近づくと消えるんですね。これはつまり、私が近づくと呪いが浄化される効果があるということです。消えないじゃないの。念を送ってみます。うまくいきませんでした。そりゃそうよ。まあ、物理的に念を送ったところで、色々あったので今回はここまでです。プレイの方はこの後、
秘密通路を作り、ある程度ビーコン用の鉱石ブロックを揃えたところまで進めています。全部集まらなかったんだ。エメラルド鉱石をなるべく消費したくなかったんです。集め直すの大変そうなので。というわけで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。